はようございます。それでは送迎車に乗って空港に向かいます。ドバイ3日目の朝、今日はスペインに向かって移動日になります。出発まで時間があるんでラウンジで休憩していきたいと思います。空港内意外に分かりやすい設計になってるんで迷わず来れました。こちらがドバイ国際空港にあるビジネスクラスのラウンジですね。ここを通過してラウンジ入っていきます。エミレーツのラウンジにやってきました。うわ、超広々ですね。こういうちょっと個室っぽい空間にもなっています。ビュッフェ形式になっていて、コーンフレークや朝食にぴったりな食材がたくさんあります。カウンターではコーヒーとちょっとしたこういう揚げ物料理とお酒の提供もありますね。ラウンジでこんだけ広いところも珍しいんじゃないでしょうか。こちらはパンやベーコンなど洋食中心のところですね。誰もいませんがアイスクリームコーナーもあります。こちらはデザートコーナー、モエシャンのシャンパンラウンジがあります。それでは快適だったラウンジを出ていきたいと思います。 C の12ゲート到着しました。遠かった。今日乗っていく飛行機はあちらです。それではバルセロナ行きエミレーツ航空乗り込んでいくぞ。バルセロナ空港到着。バルセロナでもアハモの通信ちゃんと使えてます。98、まあまあな速度ですね。今からイベリア航空に乗り換えてマドリッド向かいたいと思います。初のスペイン上陸で心躍るで。乗り継ぎまでに時間あるんでちょっとスタバで休憩していく。メールでゲートの A の02って来たんだけど全然人いないけど、これ大丈夫かな。よかった。急に人集まってきたわ。バルセロナからマドリードに行くイベリア航空は今日これ乗り込んでいくと、シートは3列3列の LCC かな。これシートピッチは狭いね結構。マドリードバラハス国際空港到着。地下鉄に乗って市内に向かいたいと思います。まず英語にして、初めてなんでカードを買う必要があります。右ですね。1回券がワンジャーニーアクセプト、ゾーンはメトロシングルチケットのアクセプトで、降りたい駅の頭文字を押します。今回はソルで降りますのでソル、これで買っていけば切符とカードの方が購入できます。メトロに乗るためにはこのカードを購入する必要があります。 2.5 ユーロ。これでいいのかな。無事通れました。こちらが市内行きの電車ですね。それでは乗り込んでいきます。ここでまた乗り換えていきます。どうやら C の4っていうのは普通の電車らしくて、カードはもうメトロ以外乗れないって言われたから、今度は10番の方に乗り換えていきます。いやー、なんでも初めてのところは難しいな。慎重に行かなきゃね。それでは10番の地下鉄に乗って移動していきます。無事市内に到着しました。これから宿に向かいます。プラザでエスパーニャ駅到着。こっから歩いて宿に向かいます。この辺はマドリッド中心部なんでしょうか。若い子を中心にものすごい人がいますね。
マドリードにもこういう看板あるんですね。今回泊まる宿はこちら、アロフトグランビアマドリッドホテルです。今日はツインベッドルームのお部屋。洗面台は清潔そのもの。トイレも綺麗ですね。シャワーは固定式のものとハンド式のもの。シャンプーやトリートメント、ボディウォッシュもちゃんとついてます。それでは水圧チェックです。ちょっと弱い気がするけど、まずですね。ホテルの Wi-Fi、まずですね。めちゃめちゃ飲んでんな、これ。スペイン飲み文化やべえな。ハムのコロッケとガーリックシュリンプのコロッケいただきます。このエビとガーリックのコロッケめっちゃ塩気あってお酒進む味だわ。ハムのコロッケいただきます。いやー、サクッと入ったランブゾーさんっていうのかな。コロッケ美味しかった。ごちそうさまでした。今からマヨール広場にちょっと夜向かってみたいと思います。夜の雰囲気はすごいいいです。夜のマヨール広場にやってきました。週末だからか出店がすごい出てて、人が今日はすごいたくさんいるんじゃないかなと思います。マヨール広場から南にこう下り坂にある出店もすごい雰囲気あっていいですね。アルムデナ大聖堂にやってきました。ヨーロッパはやっぱり昼間より夜の方が雰囲気ありますね。アルムデナ大聖堂正面広場にやってきました。夜はライトアップされててめちゃくちゃかっこいいですね、これ。それでは宿に向かって帰ります。今日は一日マドリード観光を楽しんでいきますけど、その前にちょっと洗濯物をしにコインランドリーに向かいます。グランビア駅まで歩いてきました。ここまでに ATM あるかどうかと思って歩いてきたんだけど、一個もなくて、コインランドリーこのままだといけないわ。ちょっと ATM 探そう。やっと ATM 見つけました。ここでキャッシングしていきたいと思います。それではマドリードにある ATM でカードでキャッシングの方をしていきたいと思います。まずはこの光ってるところにカードを差し込んでいきます。英語にします。わかりやすく。今度ピンときたんで暗証番号の方を押していきます。何ユーロ下ろすって出てきますんで、100にしちゃうと両替が大変なんで90とします。コンティニュー。左側のセービングが現金のキャッシングなんで左側を押していきます。現金の方出てきそうですね。無事キャッシングできました。無事キャッシングできたんで、今からコインランドリーに向かいます。ATM 市内にいくつかあるんですけど、個人商店についてるような ATM はちょっと怖いと思うんで、ああいう銀行をちゃんと探していった方が安心じゃないかなというふうに思います。メトロのセビラという駅の周辺に来ています。正面には立派なエルメスの建物がありますね。上はフォーシーズンホテルみたい。ヨーロッパに来るとこういう裏路地がすげえ素敵なんだよね。ロペデベガの博物館前の道路には文字が彫られています。何やら何でしょうね、これは。ロペデベガは、スペインの劇作家で
1500から2000の曲を書いたと言われています。ありました。こちらですね。こちらのコインランドリーやられてきます。ここのコインランドリー30分で、4ユーロ、乾燥機の方が1ユーロで格安でできるんで、ここでやっていこう。店内こんな感じ。奥に女性の方が見えるんですけど、その女性の方にお金払うとコインランドリー使えます。ここのコインランドリー、洗剤と柔軟剤までついて4ユーロだから本当お得だわ。無事に洗濯終了しました。それじゃあ今からプラド美術館の方に向かいます。プラド美術館の前にやってきました。美術館前には絵描きさんが多いですね。たくさんの絵を売っているお店、露店があります。プラド美術館前にやってきました。現在10時40分ですけど、多くの人で賑わってますね。プラド美術館の横にはサンヘロニモ・エル・レアル教会。教会の内部はこんな感じです。アルカラの門にやってきました。残念、現在工事中。工事でもちゃんとイメージ図が描かれているところがさすがヨーロッパ、スペイン。アルカラ通りにあるシベーレス噴水の交差点前にやってきました。シベーレスの噴水を望むと正面はこんな感じ。マドリッド市内、だいたい水が1ユーロでジュースが2ユーロぐらいで売ってるのが相場なのかな。グランビア通り、今日は土曜日ですが、ものすごい観光客で溢れています。正面はロレックスのビル。マドリード市内にはこういうゴミ箱が結構たくさんあるんで、ゴミが助かりますね。グランビア駅のすぐ脇にあるテラスでちょっとお茶していこう。ジャーモンイベリコサンドイッチ 7.90 ユーロとデスペラードのビールいただきました。イベリコ豚のサンドイッチ来ました。美味しそう。中は豚のハムがぎっしりです。イベリコ豚の塩気めっちゃちょうどいい。うまっ。ビール合うね、やっぱり。付け合わせのポテトフライ、ポテトチップスか多いよ。うまっ。演奏してるおじさんがいるよ。陽気だ。今度はパイプでやってるおじさんがいるよ。昨日の夜に行ったコロッケの美味しかったお店、めちゃめちゃ並んでる人。サンミゲルまでの道のり相当混んでるな。これサンミゲル市場前に来ました。週末で人が多すぎてこれ無理か。これ時間ずらしてきた方が良さそうだな。生ハム切ってる人がいる。すげえ美味しそう。すげえサラミ。おー、上を見ると生ハム吊るしてある。
三右路市場入ってすぐ左側にあるバカラオっていうお店かな。2ユーロとかでタパス注文できるみたいな。飲み物を頼んで他のお店でピンチョスとか生ハム頼むのがここのスタイル。サーモンとタコ、アンチョビと、これもアンチョビ、これなんだろう、サーディンの方かな。ピンチョス来ました。いただきます。全部で10ユーロ。タコのピンチョスからいただきます。下にじゃがいも入ってんだけど、タコも硬いかなと思ったけどめっちゃ柔らかくてうまいわこれ。お次はサーモンのピンチョスいただきます。上のマスタード辛いとかでもちょっと甘みもある感じでめっちゃうまいわこれ。アンチョビとチーズ乗ってるピンチョスいただきます。チーズとアンチョビの塩気がすごい、これはお酒に合う。今度生の方ちょっといただきます。酸味しっかり酢が効いてます。俺の好きなチーズのお店がある。すごいたくさんの種類。さすがですね。やっぱヨーロッパチーズ文化すごいな。ピザのお店やパンばかりのお店。こちらもパンコーナーかな。おー、かと思ったらこれ逃げる市場にもスイーツのお店とかあるんですね。ここはフリットのお店かな。マグロもこんなおしゃれに変身しちゃうんですね。ツナの専門店。マグロもこんなおしゃれに変身したら日本でも相当人気出るだろうな。カニのお店ですね。この中に2軒ぐらいあったけどここも違うとこだもんな。オイスターのお店がある。ここのオリーブのお店が超美味しそうなんでこれなんか頼んでみよう。2杯目は白ワインのカバーいただきました。6ユーロ。カニのお店で買ったカニ味噌なのかカニのムースなんかわからんけど美味しそうだったんでとりあえず食べてみます。カニ味噌いただきます。程よい酸味とトマトソースかな入っててこれもお酒のつまみに合うよ。オリーブのお店で買った串物いただきます。2種類、イワシとカキとエビとの串ですね。しかしどんだけ酒飲み天国なんだこのスペインは。オリーブってこんな甘かったっけ。
エビいただきます。味付け意外とさっぱりしてる。サンミゲル市場の中すげえ人混み。もうね、すれ違うのも大変なぐらい。ここのお店が一番お酒頼みやすいな。種類も豊富だし、カバも開いてるし結構いいよ。いやー、サンミゲル市場賑やかで美味しかったです。ごちそうさまです。トゥクトゥクもあるんですね。今度は生ハム博物館に向かっていきたいと思います。しかしスペインどこもこんな屋台感ある感じで、みんな昼から飲んでるよ。これ今3時、サンミゲル市場で散々飲んだんで、今度は生ハム博物館で何か美味しいもの探したいと思います。生ハム博物館に到着。おお、サンミゲルとは違って結構落ち着いた雰囲気ですね。頭上には生ハムが吊るし上げられてる。ものによって値段がすごい違うみたい。右は30ユーロで左は149ユーロ。下にはソース、サラミやハムの素がすごい並んでる。2階は食べれるレストランになってるようです。生ハム市場でビール頼んだらサラミまでついてきたよ。これお得だね。いやー、生ハム市場で飲んだサラミも美味しかったし、意外に行くかなと思ったらビール飲んでサラミついて 1.90 ユーロ。これミゲルより安いわ。これうまかった。プエルタ・デル・ソル広場にやってきました。週末なのか人も多いけど、夜になると雰囲気良さそうな場所ですね。デルソル広場にあるこちらでジェラート食べていこう。ジェラートはシングルで 2.2 ユーロ。チョコレートのデザート頼んでみたで、めっちゃうまそうだなこれ。ていうかはみ出してる。これ見てみて。うまー。何これ、めっちゃうまいんだけど。このチョコレートめっちゃうまいわ。なんて言うんだろう。今日気温30度だから、このジェラートが染みてくるわこれ。壁面いっぱいないですね。素晴らしい。ヨーロッパはこういう少し影のある通りが多いんで、すごい過ごしやすいです。ロボットがすげえいる。クマのプーさんだ。昨日の夜来た王宮宮殿に日中もやってきました。夜とは全く違う景色を見せてくれてます。展望台からはマドリッドの西側を望む景色が見れます。昨日夜来て入れなかったアルムデナ大聖堂に入ってみます。天井の装飾が圧巻です。リ
たな大きなパイプオルガン。7時にパイプオルガンの演奏が始まりました。いやー、スペイン広場があれば何かイベントやってますからめっちゃ楽しいですね。スペイン広場の中にあるサバティン庭園にやってきました。後ろに見えるのは王宮の裏側です。風情あっていいですね。 Google でも口コミ評価がまずまずだったエルジャモンに行ってみよう。まずはお疲れ生いただきます。昨日もクロケット美味しかったんでまた頼みました。ハムのクロケットかな。いただきます。このクリームコロッケなんか結構柔らかいクリーム状で美味しいわ。今日も塩気あってめっちゃうまいよ。イベリコ豚とチーズのミックスいただきました。2杯目は白のスパークカーバーいただきました。パエリア待ちでお疲れ生もう一杯いただきました。シーフードパエリアやってきました。めちゃでけえ。これ俺食えるかな。魚介の旨味半端ないわこれ。今から宿に戻ります。よし、ホテルで印刷してもらって、明日、アトレティコ・マドリードとレアル・ソシエダ、久保建英の試合見に行くぜ。今日は 26,893 歩でした。お疲れ様でした。もう寝ます。おはようございます。マドリードの朝3日目。朝食食べて現在の時刻は8時50分です。今回は1回券でしょう。5番ピンコードですね。 OK ですかね。これで無事チケットの方買いました。また地下鉄の方乗っていきます。この駅名の下のとこのこのラインの色見た方がいいかも。スペインのムービースター経由で地下鉄の駅でも82の速度。出口出るとすぐにラスベンタス闘牛場が見えます。闘牛で勝つとこういう風にヒーローになれるんですね、きっと。闘牛場近くの公園にやってきました。犬の散歩をしてる人がすごい多いですね、スペインは。周辺を散策して闘牛場に戻ってきました。よし、ちょっと早いが入ってみよう。 OK、 Thank you。 等身大の牛ですね。これは大きいな。それでは闘牛場のスタジアムに来ました。こちらの闘牛場はメキシコとベネズエラに続いて世界で第3位の大きさを誇る闘牛場らしいです。砂もしっかり日本でいうと野球のグラウンドみたいにしっかり整備されてますね。
闘牛士がやばい時に逃げ込むゾーン。あった、こんなとこ。闘牛士のための医務室などが結構あるそうです。過去に亡くなったのは2人だけだそうです。闘牛の様子がモニターに映し出されています。これ本物で見たかったな。最後は博物館があって、牛の、勇敢に戦った牛の剥製などが飾ってあったり、闘牛士たちの絵が飾ってあったりした博物館を最後見て出てくる感じになります。お昼の時間になったんで、そろそろ飯に食いに行きたいと思います。闘牛場近くにあるシーフードレストランが美味しそうなところあったんで、そこにちょっと向かっていきます。こちらのお店のテラス席でいただきます。エビの茹でたやつかな、塩かかってて、これもついてきた。皮ついてた方が上にあっていいの。イベリコ豚とパンが来て、これ真ん中のソースなんだろうな。オイスターもいただきました。2杯目のビールもいただきました。さすが飲み天国スペイン。ビールがここのスーパーは半額になってて 0.5 ユーロ80円ぐらいだよ。これびっくりするわ。しかも500。サンドイッチもだいたい3ユーロ前後かな。こういう惣菜系もたくさんあって、水なども豊富に売ってます。マドリッドの卵は12個で 3.46 ユーロだから500円600円ぐらいだな。これバーとかでも見かけるこのしらすみたいなやつ、これ誰か分かる人いたら教えてほしい。それではメトロに乗ってスタジアムに向かいます。メトロの各駅にこういうゴミ箱たくさんあるからほんと助かるよね。各地下鉄の駅にあるんだけど、このボックスティッシュ買うやつかな。ここに1ユーロ入れて回すとガチャで出てくるみたいな。スペインの地下鉄、ベンチの横に USB の充電ついてる。優しい国だな。メトロポリターノ駅に到着。さすがにファンたくさん歩いてますね。スタディオメトロポリターノ到着。駅降りてすぐにアトレティコマドリードの売店がたくさんあります。スタジアムの外はもうすでにお祭り騒ぎな様子。さすがラリーガ。試合が始まる前のスタジアム内はこんな感じ。スタジアム内はノンアルコールでした。残念。ただいまソシエダの選手が紹介されてます。
竹が倒れてブーイングです。なんと竹久保交代。どうやら PK のようです。7分のアディショナルタイムからいきなり PK に発展して、マドリードの勝利でファン大興奮です。いやー、試合良かったです。いやー、サッカー観戦楽しかったです。腹減ったんで今日はカサラブラというお店に行ってみます。こんな女王様がいたらほんと怖いよこれ。Google の評価12000件超えのカサラブラの前にやってきました。なんか人多いけど入れるかな。いやー、無事なんとか入店することができました。やっぱりお疲れ生からでしょ。どのお店やってもお疲れ生から。スペイン来て初めてのサングリアいただきます。来ました。これが白身魚のタラですねの揚げ物の方と、こちらがコロッケです。いただきます。こんなタラでこんなフリットとかフリットだコロッケがあるなんて日本じゃまず見ないよ。お、柔らかいぞこれは。ふわふわ感が抜群だわ。白身くらい美味しすぎたんで、もう追加で2個いただいちゃいました。赤ワインもいただきました。カサラブラさんの白身のフリット美味しかったです。ごちそうさまでした。やっぱりね、スペインっていうのははしごするっていうのがお決まりの食べ方だと思ってるんで、今から今度スイーツですねの方を食べてに行きたいと思います。やってきました。チョコラテリアサンヒネス。店内には有名人が来店したとみられる写真がたくさんありますね。調理層につけるチョコレート来ました。揚げたての本番チョリソー来ました。おいしい。これは止まらん。うまい。出てきたら行列になってたけど、ここのチョコラテは美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。夜のプエルタ・デル・ヒソル広場にやってきました。やっぱり夜は、ヨーロッパは夜に限りますね。このライトアップされた感じがめちゃめちゃ椅子作りのムードに合ってる。こちらがスペインの
0キロ地点の指標のとこです。0キロ地点の場所探すの苦労したんだけど、この建物の正面にあります。いやー、10月のスペインの気候、夜は最高ですね。アロフトホテルの今回の滞在費は、マリオットボンボイポイントで10万4000ポイントで3泊宿泊できました。マドリード3日目は19,419歩。距離は 12.76 キロです。明日はサンセバスチャンに移動します。おやすみなさい。今日も朝食いただきます。ほぼ毎日同じ内容が置いてありますけど、ちょっと彩り良くしてみました。昨日スーパーで買ってきた野菜も補充。おはようございます。現在の時間は朝の8時4分。朝食食べ終わったんでマドリード市内の方に出てきたんですけど、マドリードは3日間いたんですけど、ほとんど観光するとこは2日もあれば大概回れるかなというような感じです。なのでマドリードはどちらかといえば、グルメの方を楽しめるともっといい街なんじゃないかなと思います。ここのカジノって書いてあるところの建物の作りはすげえかっこいいですね。現在スペイン銀行の前に来ています。アルカラの門の前にあるエルレティーロ公園の入り口にやってきました。この中ちょっと散策していきたいと思います。エルレティーロ公園は憩いの場になっているらしく、ジョギングする方や犬の散歩の人、昨日も公園とかで犬の散歩する人多かったんですけど、ここも同じくですね。今気温は20度ぐらいですけど、半袖でも気持ちいいぐらいの心地いい朝です。エルレティーロ公園の池にやってきました。カモなんかも泳いでたりとかして、ボートかなんか出るのかなっていうぐらい広いですね。朝早くから多くの人が散策しています。エルレティーロ公園の中心の噴水前にやってきました。朝のパレスドクリスタルにやってきました。こういうタイルの装飾がすごい綺麗ですよね、ヨーロッパは。パレスドクリスタル全景です。ベラスケス宮殿の正面にやってきました。アルフォンソ12世のモニュメントがあります。両脇には守衛さんと見られるモニュメント、そして神殿を思わせる柱の数々。アルフォンソ12世の像、遠目ですけど見えますかね。いろいろやってたらお昼ぐらいになったんで、Google で口コミを評価の良さそうなハンソカフェっていうところに向かってみます。テアトロフラメンコハンソカフェの前にやってきました。ちょっと混みすぎてるんで、隣のなんて書いたんだこれ、ラルティザンマドリッド。店内もドライフラワーかななんかしてあっておしゃれです。それと店員さんのおすすめソースかけるかって言われたけど、自分はソースあんま好きじゃないんでお断りしてこのままいただきます。こういうおしゃれなのあんま食べたことないからね。昼からおしゃれにタコスを注文しました。このタコス少し酸味と辛み、上に乗ってる紫のが日本の漬物みたいな感じの味がして、ライムかけてすっきりしてるんだけど、複雑な味だけどうまいわこれ。いやーもう腹満タンになりました。ごちそうさまでした。美味しかった。スタバ寄ってこう。アイスアメリカーノいただきました。日本のスタバと違うのが、まず最初に名前聞かれたりとか、必ず後でもだけど名前必ず聞かれる。マドリード観光もある程度終わって、そろそろ宿で荷物積んで空港に向かいたいと思います。チェックアウトしたのでこれから空港に向かっていきます。8番線のミニステリオスのホームは結構旅行者が多いからやっぱ広めですね。空港線に乗って空港向かいます。
エアロプエルト駅の T4 に到着。マドリード編最終日、エアロプエルト駅に到着しました。今からイベリア航空乗ってサンセバスチャンに移動します。それではマドリッド編はここまで。また次回お楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。